昭和30年代初頭、次々にテレビ局が開局。番組は週単位で放映され、人々の生活は月単位から週単位へと変わっていった。出版業界もそれに合わせ続々と週刊誌を創刊。その時代の波は子供たちの世界にも押し寄せてきた。月刊誌だった漫画雑誌も週刊誌へと移行し始めたのである。そして昭和34年、少年サンデーと少年マガジンが同時に書店に並んだ。早くから準備を進めていた少年サンデーは大物漫画家たちの連載を勝ち取り、発行部数35万部を誇った。だが少年マガジンは20万5千部、最初から苦戦を強いられた。そんな中、救世主とも呼ぶべき一人の若者が現れる。25歳の梶原一騎である。梶原は少年マガジン史上に漫画の原作を次々に発表、そしてあの大ヒット作を生み出す。巨人の星。さらに梶原は時代の象徴とも言うべき画期的な作品を生み出すのである。その時組んだパートナー、漫画家千葉哲也。誓いの魔球や自然界の鷹などで少年マガジンを支えていたもう一方の若きエースである。梶原一騎と千葉哲也、2人の才能が激しくぶつかった時、伝説のヒーローは誕生した。明日のジョー。いいぞジョー、お茶その技で一気に畳みかけろ。明日のジョーは少年たちの世界を飛び越え、大学生たちの間でバイブルとまで呼ばれるようになっていった。時代は70年安保。あの時代のね、なんか生きる糧っていうと大げさなんですけどね、なんか自分の意識としては来週その少年マガジンで明日のジョーを読むためだけにね生きていけるなっていうその感覚はあったんですよ。そして明日のジョーはそれを生み出した男たちの人生をも大きく変えていく。漫画を文学の域にまで高めたと言われる不朽の名作「明日のジョー」。しかしそこには2人の作家の知られざる苦悩と熾烈な戦いがあった。昭和45年3月31日、日本中に衝撃が走った。日本赤軍による日航機淀号ハイジャック。北朝鮮へ旅立つ際、リーダーの田宮孝麿はこう言い残していった。最後に確認しよう。我々は明日のジョーであるということを。漫画家千葉哲也はノリに乗っていた。彼の漫画「ハリスの風」が大ヒット。テレビアニメにもなり、子供たちの間で絶大な人気を誇っていたのである。千葉は26歳にしてすでに漫画界の若きエースと目されていた。そんなある日のこと、主人公の石田国松にボクシングをさせてみようと考えた千葉は近くのボクシングジムに取材に行った。そしてひたむきな練習生の姿を見た時、突然次回作の構想が浮かんだという。チャンピオンを目指して頑張ってんでしょうねっていう会長さんやなんかに話を、聞いてたんですけども、だから確かにみんなやっぱりチャンピオンになりたいっていうくらいの気持ちで今黙々とやってるんだけど、ほとんどがかませ犬なんだよっていう話を聞いてね、ちょっとびっくりしたんですね。だけどそれも一つの生き様っていうか、戦いの世界っていうかね、そういう世界をなんかこう青春というもので描けるんじゃないかなという気がしたんですね。
そんな時千葉のもとに一人の漫画編集者が訪ねてきた。少年マガジン副編集長の宮原照夫である。座るなり宮原はこう切り出した。ボクシング漫画を描いてみませんか。野球漫画は当時大変な、流行の一つで、どの雑誌もみんな野球漫画やったんですね。ところがボクシング漫画ってないんですね。僕もやりたかったんですよ。だが宮原は注文をつけた。今回は原作者をつけてやっていきたいんです。宮原が提案したのは大人気漫画「巨人の星」の原作者、あの梶原一騎だった。この時梶原32歳。これまでも数多くの大ヒットを飛ばし、漫画原作者の第一人者となっていた男である。だが千葉は即座に断った。千葉作品はハリスの風に代表されるようにほのぼのと明るく、全編叙情的な雰囲気が漂う人間賛歌。一方梶原は努力や根性をひたすら歌い上げ、戦う男の生き様を泥臭く描くことが得意な作家だった。楽しそうに飯を食べてたけど、見ろ、こうして茶碗を千葉は知っていたのである。梶原と自分は交わることのない水と油だということを。だが宮原は諦めなかった。彼はこのミスマッチともいえる組み合わせに無限の可能性を感じていたのである。しかし千葉は頑として首を縦に振らなかった。千葉哲也先生は、当時ハリスの風を書いてて、これがもうそろそろ大団円を迎えるという時だったんですが、もう一つ脱皮が次の作品では必要だなと。ということは千葉先生の作風に別な作風をですねぶち込まないと、おそらくハリスの風よりもヒットする作品は次は出ないんじゃないかなと。そこのところがその梶原さんのものすごい直線的な鋭さと、それから千葉先生の温かさと、そこでいい新しいキャラクターがですねできるんじゃないだろうか。悩んだ挙句千葉は宮原の申し出を受け入れることにした。ただし一つの条件があった。文章で読む小説とそれから漫画とはねちょっと違うんでね、そういう点で僕はもしかしたら分かってほしい。漫画で、文章はこのまま文章だったら面白いんだけど、漫画だと表現しにくいから変えるかもしれませんよ。今度は宮原が頭を抱えた。巨匠梶原一騎の原作には一切手を加えないというのが常識になっていたのである。書き直しを要求する編集者に梶原はいつもこう言っていたという。そんならあんたが書けばいいだろう。そして捨て台詞。俺はな、俺の魂まで売るつもりはねえよ。怒鳴られることは目に見えている。だが宮原も後には引けない。宮原は梶原の元を訪ねて、原作に手を加えてもいいなら引き受けるという千葉の提案を告げた。梶原はこう答えた。手塚治虫と千葉哲也は別格だ。千葉ならいいよ。いろいろな漫画家と組んでもですね、自分を作品を超えた演出っていうのはそんなに出てこないんですね。とか千葉さんの作品見てると、いや自分にはない、なかなかいい味を出してる。そういう点でその2人が漫画界をもう一回動かしていくようなですね、そういうものができるんじゃないかっていうことを梶原さんは相当イメージを頭の中に作ってたんじゃないかと思うんですね。数日後梶原は宮原と共に千葉の家に打ち合わせに出向いた。2人が招き入れられたのは千葉がアイデア部屋と呼ぶ屋根裏部屋の4畳半。3人の男の話し合いは延々続いた。
決まったことは巨人の星との差別化を図る意味でも主人公は徹底した不良少年でいくこと。同じく読者に先入観を与えないために原作者の名前を梶原一騎ではなく本名の末尾だけを変えた高森浅尾とすること。しかし肝心のタイトルがなかなか決まらなかった。いろいろ言ってはみたがどれもピンとこないと梶原一騎が巨体を縮めるようにしてぽつりと言った。明日のジョー、明日のジョー。だからみんなが「お、いいじゃないですか」って幾度に答えたんですね。作品のテーマの一つに主人公のジョーは特にそうですけども、バイプレイヤーもみんなですね、明日を探すというね、これが一つのテーマだったんですね。だから今日をどう生きるか、そして明日がどういうふうに出てくるか。だから先まではいろいろこう生き方をイメージできない人物がみんな出てくるというね、まさに70年代のですねを考えたあれなんです。こうして伝説のヒーローが産声を上げた。梶原一騎によって彼は魂を吹き込まれたのである。そして千葉哲也によって彼は走り始めたのである。連載第1回目を目にした梶原は怒りに震えた。確かに原作に手を加えることは認めた。だが手を加えるどころか全く使われていなかったので梶原は切れた。梶原さんの原作はリングでもう始まってたんです。ボクシングがもうそこから始まってたんです。ただ僕はちょっとそれだとね、その後にジョーが出てくるんでしょうけども、それだとちょっと唐突な感じがしたもんですから、その丹下段平との出会い、ジョーから入っていった方がいいんじゃないかと思ったんで、その導入部を変えたんですね。明日のジョー第1回目。それは大都会の片隅に置き忘れられたようなドヤ街の様子から始まっている。そのドヤ街に風に吹かれるようにジョーがふらりとやってくる。そしてジョーの師となる丹下段平との出会い。降りると言い張る梶原を宮原はこう説得した。これはもうちょっと先へ行ってもね、もう俺は降りたというのは言えるんじゃないかと。で千葉さんの作風というのは1回ですぐ次にですね急テンポで展開していくと、新しい展開していくということはないんですと。梶原さんもですね、やっぱり自分をよく知ってましてね、自分は格闘は負けないと、そのシーンを描いていくのは負けない。ただやはり千葉さんの生活感の出し方っていうのはね、やっぱりこれはすごいし、やっぱり千葉哲也という人物、もうこれと組みたいし、それで何か方向ができてくるかなと思ったんでね、もうグッと抑えたんですね。梶原は折れた。こうして千葉と梶原、生と同の異質な才能は徐々に融合し、明日のジョーは走り始めたのである。だが2人は決して妥協することはなかった。寸暇を惜しんで会い、徹底的に話し合うことでその溝を埋めていった。話し合いは朝方まで続くことも珍しくはなかった。だがそれでもミスはある。そして千葉は重大な過ちを犯してしまうのである。原作ではね、力石徹という男が立ちはだかったという登場の仕方ですね。で身長とか、その体重とかそういうものは一切書いてないわけです。だから立ちはだかったという書き方をすると、やっぱり僕は
ジョーは見上げるわけですね、こういうふうにね、印象として。だから肩一つねっていうか首一つ大きく変えてしまったんですよ、力石をね。ボクシングは体重制である。ジョーと力石はやがてプロになって戦うことにしていたのだが、このままでは2人は同じリングで戦うことはできない。梶原は困惑した。しかし梶原はそのミスを逆手に取ることを思いついたのである。力石は自ら過酷な減量に挑む。ひたすらジョーと戦うために。そんな力石の凄まじい姿が読者の心をつかんだ。そして「明日のジョー」が掲載される少年マガジンの売上部数はついに100万部を突破した。しかしいつまでも力石とジョーの死闘を繰り返してばかりはいられない。千葉と梶原はいつものクラブで相談し合った。力石を殺すか殺すまいか、結論はなかなか出なかった。いや、口に出せなかったのである。ちょうどその頃にね、テレビが始まるということがあったんですよ。でそれでね、ちょっとね、待てよ、テレビでやるっていう時にライバルがね死んでしまったらこれまずいんじゃないかっていうことで、なんとか力石は死なないという形にした方がいいんじゃないかということを、まあそれはテレビ局側の希望もあったのかもしれないけど。しかし梶原と千葉の中ではすでに決まっていた。力石とジョーは視力を振り絞って最終ラウンドを迎える。だが力石の勝利への執念の前にジョーはマットに沈む。そして勝利を手にした宿命のライバル力石は過酷な減量がたたって死ぬのである。昭和45年2月15日、少年マガジン発売のその日、出社した編集者たちは唖然とした。力石の死を知った読者から1万通もの弔電が届いていたのである。驚くことはさらに続いた。力石の葬式を出させてくれという電話や手紙が編集部に殺到したのである。そしてそれは現実のものとなった。漫画の登場人物に対する前代未聞の葬儀。アングラ劇団天井桟敷を主催していた寺山修司が中心となったその葬儀には、全国から600名を超える弔問客が集まった。70年安保という混沌とした時代、一つの目的のために悲しいまでに自分を追い詰めていく力石の姿は若者たちから熱狂的な支持を得たのである。力石の葬式に列席した千葉と梶原は複雑な心境だった。帰りの車の中で梶原はぽつりとこうつぶやいた。物書き冥利に尽きるといえば尽きるけど、これからが大変だな。千葉もまた改めて作家としての責任を感じていた。力石の葬儀が行われた1週間後、「明日のジョー」はテレビ化された。まだ浮かんでもう一発。おめえなかなかいいバネしてるな。俺と一緒にボクシングやらきねえか。ボクシング？叩け叩け叩け。ジョーの人気が上がれば上がるほど千葉はペンを走らせることが苦痛になっていた。まるで力石の亡霊に取りつかれたように。
生石を死なせたショックで顔面が打てなくなったジョーはそれでもボクシングを捨てることができず土佐回りに流れていく。そんな暗い表情を連日描いているうちに千葉自身どうにもやりきれない陰鬱な気持ちに襲われていった。そしてついに千葉は倒れた。十二指腸潰瘍だった。明日のジョー初めての救済。しかしそれは久しぶりの安らぎの日々でもあった。そして千葉は思い出していた。初めて漫画を描いた時の楽しさを。昭和14年、千葉哲也は出版社で働く父正也と母静子の長男として築地で生まれた。2歳の時、一家は新天地を求めて満州に移住。印刷会社で働き始めた父はよくいらなくなった紙を持ち帰ってきてくれた。千葉はその紙に絵を描くのが何より楽しい遊びだったという。冬場は零下20度ぐらいすぐなりますから、子供は表で遊べないんですね、あんまり。僕なんかもそのやれ紙で、本を読むか、そうやってそのやれ紙に絵を描いて遊ぶかしていたんですね。しかし戦争が始まり、一家は命からがら帰国。千葉は下町の墨田区に移り住んだ。千葉が初めてストーリー漫画を描いたのは小学校5年の時だったという。ピラミッドの怪人という幻想怪奇漫画だった。しかし漫画家になろうなどとは思ってもいなかった。そんな千葉少年が漫画家を目指すことになったのは高校2年の時だった。ある日、新聞の産業広告が目に飛び込んできた。神田の出版社が漫画家を募集しているという。千葉は書き溜めていた漫画を持って行ってみた。自信半分、腕試し半分、そんな気持ちだった。しかし千葉はその場で認められ、漫画家としてデビューを果たす。その時の原稿料を千葉は今も覚えている。12,351円です。そこまで覚えてなんで1円がついたか、それはおそらく税金の関係、なんかの関係だろうと思うんですけども、趣味で楽しんで書いてるのに、しかもお金をくれたっていうことは、こんな嬉しいことはないわけですね。そっからですよね、漫画家になろうと思ったのは。高校卒業と同時にプロの漫画家となった千葉は決して多作ではないが、着実に人気漫画家としての地位を歩んでいく。その千葉作品の原風景は自分が育った下町だった。どんな時も明るく前向きに生きる下町の人々の笑顔、優しさ、たくましさ。ジョーをこのままにさせておいてはいけない。前向きな最後を迎えさせなければ。昭和46年2月、明日のジョー3ヶ月ぶりに再会。ジョーの表情には戦おうとする凄みが加わっていた。そしてドヤ街の子供たちとのエピソード、そこには千葉の原点である下町の風景があった。連載開始から5年、ついに最終回へと突き進んでいった。ジョーは世界バンタム級タイトルマッチに挑む。チャンピオンはホセ・メンドーサ。パンチドランカーのジョーだが、彼はリングに向かう。ジョーの最後をどうするか、それが問題だった。梶原の書いたラストシーン、ジョーはホセに敗れる。うなだれたジョーに段平が言っていた。お前は試合には負けたが喧嘩には勝ったんだ。穏やかな千葉が切れた。
ここまでやってきて喧嘩に勝ったはないじゃないか。千葉は電話で言った。ラスト変えますよ。ああ、任せるよ。梶原はそっけなかった。当時梶原は「明日のジョー」の大ヒットで週に8本もの連載を抱えていた。睡眠時間3、4時間という殺人的なスケジュール。以前のように千葉と会い話し合う時間も気力も失っていたのである。ラストを変えると言ったものの、千葉に不安があったわけではなかった。締め切りは待ってはくれない。時間だけがいたずらに過ぎていく。千葉は追い詰められた。エンディングをどうすればいいのか。困り果てた千葉はアシスタントたちを集め、ラストシーンについて検討に検討を重ねた。ちょっと違うんじゃないかな、もっとなんかないかなということで、本当にちょうど20通り考えましたね。しかしどれもピンとこないと、単行本の第1巻から読み返していた若い担当編集者があるページを指し示した。それはジョーがドヤ街に住む娘になぜボクシングをやめないのかと問いただされるシーンだった。そこいらの連中みたいにブスブスとくすぶりながら不完全燃焼しているんじゃない。ほんの瞬間にせよ、眩しいほど真っ赤に燃え上がるんだ。これだ。倒れ傷ついてもなお戦い続けてきたジョー。それは一つの生を完全燃焼するためではなかったのか。そして千葉は書いた。最後まで前向きに生きるために。燃えたよ、真っ白に。燃え尽きた真っ白な灰に。つぶやきとともに小さな笑みを浮かべるジョー。前線虚しく、判定は恐怖で髪が真っ白になったホセに上がる。ジョーがこの判定を聞くことができたかどうかわからない。伝説のラストシーン。昭和48年5月、明日のジョーはこうして終わった。連載開始から5年4ヶ月の歳月が経っていた。梶原は連載終了後、こんな一文を寄せている。彼なかりせばこの作品の成功もなかった。梶原一騎の方のペンネームでやらなかった。やれなかった仕事を死と共にやれた。解放感はない。身辺から友人が去ったような哀感を込めて、さらばジョーよ。その梶原もすでにこの世の人ではない。昭和62年1月21日、梶原一騎永眠。平成9年、千葉哲也58歳。彼は今も現役の第一級の漫画家として活躍している。だが千葉はこれまで明日のジョーを一度も読み返したことはないという。やっぱり時々色紙やなんか頼まれて字を書いてくれとかって、力士書いてくれとかって言われて書きますけども、自分では一生懸命その野生的なジョーの目を描いてるつもりなんですけども、前の絵と比べると、まあ普通の人は気がつきませんけども、僕が見ててやっぱり違うんですね。
当時は20いくつから30ぐらいですか、僕も若かったですから、そういう野生的なこう本能野生に目覚めた男の話っていうのは若さに構えて書けたのかもしれませんけど、今ちょっと自信がないっていうことですね。情の続きをかけて、いやもうあれはあのまんまにしておきたい、そういう気持ちですね。もうこう収めておきたい。二人の若い作家の魂は激しくぶつかり合い、壮絶なドラマを生んだ。明日のジョー、伝説のヒーロー。